IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回はずっと楽しみにしていた新商品がありまして、そちらを紹介します。IKEA にもそんなのあるんだとちょっと意外に思われるんじゃないかなと思います。あと最新ルームセットがすごくおしゃれになっていたので大興奮しました。では早速そのルームセットから見ていきましょう。こちらはビフォアでして、ちょっと前までこんな感じだったんですね。この度模様替えをされてまして、すっごくおしゃれじゃないですか。まずインテリアの好みめっちゃ変わってますし、テレビの位置やソファの向きも変わってます。ここは16畳のお部屋となっています。注目したい新商品もふんだんに使われています。まずダイニングエリアから紹介します。まずこのペンダントライト、棚に置いてあるテーブルライト、形状がリンクしてておしゃれです。このシェードすごくお手頃価格でびっくりします。でこちらダイニングテーブルはトンスタードシリーズです。伸長式タイプですね。トンスタードシリーズは IKEA の中でもちょっとお値段するんですけども、材質デザインどちらも綺麗なんです。やっぱり目が行くのは背面のこの大きな棚ですよね。日本にはほんと最近入ってきた棚で自由に組み合わせられる棚なんです。これはこの棚の場合のお値段が書かれています。幅方向に好きなだけこれを組み合わせられたり、この扉とかも自由に組み合わせることができるものです。また背面に板がないので、こんな風にライトを置いても配線をスマートに後ろを通すことができます。でソファー周りの方を見ていきます。まずラグとクッションがストックホルムコレクションで合わせてありますね。このシマウマ柄のチェアカバーなんですけど、これもすごく最新の新商品です。マンムットというチェアにかぶせて使っています。こちらはソファーではなくてソファーベッドなんです。フリ閉店シリーズですね。テレビ台の上にあるランプ、置き方がとってもいいですね。私も持ってるんですけど、ミニマルなデザインが取り入れやすいデザインだと思います。やっぱ壁に反射させるのすごく綺麗ですね。でこちらビフォアはこちらの壁面の方にテレビがあったんですが、このようにラウンジチェアが置かれていました。ホワイト、ベージュに黒の差し色っていうまさに真似したいインテリアです。さて今回お目当ての新商品を早速チェックしに行きたいと思います。で食器なんです。日本の箕面焼きの技術を取り入れた食器というシリーズが新しく出ました。すっごく楽しみにしていたんですけど、売り場がなんかこうすごくわかります？なんかこう箱置きっぱみたいなこれからかな、なかなかワイルドな売り場でした。いや本当にでも物は素敵なので、ちょっともうちょっと見ていてくださいね。とても軽量で頑丈でして、最初茶碗だけのつもりだったんですけど、うっかりね2種類買ってきちゃいました。ちょっとわかりますかね。ちょっとうっすら模様が入ってるんです。であまり深く考えずにパッて取ってきちゃったんですけど、模様に個体差があったのでよく選ばれてもいいかもしれません。はい、メイドインジャパンと書かれています。電子レンジ食洗機 OK です。薄いんですけど割れなそうな頑丈そうな素材感です。実際に IKEA のサイトでも従来品より 20% 軽量というふうに書かれていました。私 IKEA 好きとして長いですが、こんなに一気に食器を買ったの初めてじゃないかなと思うんですよね。そのぐらい素敵です。でこちらのサイズ感もカレーとかパスタにちょうどいい、そしてちょっと深さがあるタイプですごく使いやすいです。で結構薄いので小スペースです。重ねた感じがこんな感じでして、想定していた収納スペースにもぴったりでした。で早速小さい本のボールは茶碗として使ってみました。軽くて持ちやすいなと思います。小学生の子供も軽ってびっくりしてました。で大きいお皿の方はもうすでにいろいろ使ってみたんですが、やっぱちょっと深さがあるので使いやすいっていうのと、ちょっと気になるのはこういう金属製のスプーンだとなんか今までよりもカチカチ音が鳴りやすいかなって気がしました。こちら赤いのはクリスマスのコレクションのペーパーナプキンなんですけど、お正月にもいけそうじゃないですか。この食器との相性も抜群です。サイズのバリエーションが9種類もありますので、ぜひ店舗でご覧になってください。もう一つ食器紹介します。冗談かなと思うぐらい軽い食器が売ってまして、プラスチックのボウルなんです。あと
プレートも売ってました。オンラインサイトまだ日本には載ってなくて他の国のを見たんですけども、こちらベージュ色も他の国では売ってました。日本にも来るかもしれませんね。もう絶対割れなそうなプラスチック素材ですごく軽いので、小さいお子さんにとてもいいんじゃないかなと思います。あとね、ピクニックとかにもいいと思います。お値段もほんと冗談みたいですよね。こちら電子レンジ食洗機対応となっています。IKEA で人気のテーブルビットショーっていうシリーズがあるんですけども、そちらのベージュ色が出ました。で前回丸いラウンドタイプ紹介したんですけども、四角のネストテーブルっぽい感じのも出てたので紹介します。今季新色がベージュすごい多いんですよね。こんな感じで半分重ねて使うこともできるし、引き出して使うこともできるっていうものになっています。ブラウンの棚板が結構目立つなと思いました。今ライトが当たってるんで明るく見えますけど、実際はこの手前の色の感じが近いかな。結構暗めです。こちらもベージュの新商品です。ベストの扉で新しくこのような単色のものが出ました。下の部分です。今使用例としてこちら扉ここに付けられてますけども、扉単体で買うことができます。一定数やっぱり木目調で偽物このプリントなのが気になるって方いらっしゃると思うので、そういう方はこういう単色のベージュいいんじゃないかなと思います。ベストというのは IKEA ではとても定番の収納キャビネットのシリーズ名です。このようにガラス戸ですとかシンプルな真っ白などいろんなフレーム扉があって自由に選ぶことができる商品です。この後ろに見えるブルーかな、ペールブルーかなみたいなのも新商品です。うちも真っ白ですけども、リビング収納はベストを使っています。私は本当真っ白で最高の背景としてベストは押せるなと思います。でたまたまここに置いてあったんで思い出したんですけど、このゴミ箱可愛くて、ここだけパカって開いて取り出しやすい、取り出しじゃないわ、捨てやすいゴミ箱なんですけど、おもちゃ収納にもいいって口コミをいただいています。こちらなんとベージュが他の国では出てるんですよ。新商品で日本にも来てほしいですよね、ベージュ。以前紹介したこのブランケットを買おうかなと思ってたんですが、このベッドスプレッドにするのがめっちゃ素敵だなって思って買おうと思ったんですけど、ルームセットが模様替えしてまして、またね惑わされてるんですよ。こちらのルームセットなんですけど、もう本当やめてほしいんですけど、またねベージュ色の可愛い膝掛けをベッドスプレッドにしてるっていうお部屋でして、このモフモフめっちゃ可愛いですよね。このクッションカバーと全く同じシリーズです。でこれ700円って値札見えてますけど、これは中身であってクッションカバーの値札はまだついてないだけだと思います。こちらもストックホルムコレクションのラグが敷いてあったりですね、とても素敵なお部屋なんです。ベッドはマンダールというシリーズです。マンダールのベッドは下が引き出しの収納になっています。このように大容量の収納になっているんです。またマンダールの特徴はマットレスがこうベッドフレームにはまってるんじゃなくて、このように乗っかってるだけっていう特徴があります。シーツ交換がしやすいっていうメリットがあります。で結局このブランケットは売り切れてて買えなかったんですよねほんと早いわ売り切れるの。このアームが長い照明もとっても素敵で、いつか取り入れたいなと密かに思っています。クリスマスが近いということで子供向けのおもちゃも新しくいろいろ出ています。こちらのルームセットに新商品のミーアキャットがおりまして、こちら自立するんですよ。意外な安定感があって立たせたくなるんですよ。お値段もお手頃なので危険です。子供からせがまれたらうっかり買ってしまいそうな値段です。厚みのあるフレームに作品飾るのすごく可愛いですね。折り紙うちの子もめっちゃするから、これはいいアイデアかもしれません。次 IKEA 行ったら買ってみます。でこちらも最近出た家具と人形のセットです。家具はちゃんと IKEA の家具がモチーフになっています。
と IKEA でとっても有名なリラブーというシリーズがあるんですけども、こういう電車とか木のレールが有名なんですが、こんな乗り物セットもありまして、新しく出ていました。木のおもちゃっていいですよね。 IKEA ならお手頃価格で買うことができます。道路が書いてあるラグって IKEA にも何種類かあるんですけども、また新しくリラブシリーズからも出ています。ストラボっていう商品名のものが販売終了になっているのでリニューアルかなと思います。サイズもストラボと同じです。並べると道がつながる仕組みも一緒です。また人形遊びが好きなお子様に良さそうなお庭柄のもあります。色合いもイラストのタッチもとても可愛いです。こちらパーソナルチェアなんですけども、カバーリングが新しく出ていました。柄物のソファーって買うの勇気いりますけども、カバーリングなら挑戦しやすそうですね。後ろヘムネスの食器棚でしょうか、とても可愛いですよね。ヘムネスは引き出しの中も可愛いです。照明コーナーにもベージュの新商品が出ています。いやほんとベージュ偶然ですか？ベージュ来てますか？はい、こちらです。コードの部分にアジャスターがついてて、とても可愛らしいデザインとなっています。デザインが金属製なのでインダストリアルなんですけど、ベージュなのでちょっとレトロな雰囲気もあります。天井のカップの部分も金属製なんです。こういう細かいところのデザインがおしゃれで素敵です。10月2日に発売だったんですが、幻になってしまった花瓶がありまして、こちらが今いろんな IKEA の店舗でサーキュラーマーケットというアウトレットコーナーで目撃されています。塗装不良というふうに私が見たものは書かれていました。このようにボヨンボヨンと揺れる花瓶です。スウェーデンの人気デザイナーグスタフさんとのコラボレーションです。発売日これの争奪戦本当にエグくて、私は遠目で見てましたけど、本当数が少なかったみたいです。不良率がかなり高かったということでしょうか。でもこのね、私塗装不良は本当ささやかすぎて全然気にならないって方が多いんじゃないかなと思います。サーキュラーマーケットのものは一部オンラインで取り置きすることもできますので、サーキュラーマーケット横浜店みたいな感じで店舗名と合わせて検索してみてください。いろいろ掘り出し物が見つかると思います。これからクリスマスの展示品なんかもどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。グスタフさんのコレクション本当に可愛くて、こちらはテーブルにデコレーションされてました。なんとドーナツ型のオーナメントが意外な使われ方をしていました色の組み合わせは本当ぴったりですね。今年は IKEA ジャパンは珍しくクリスマス用のキャンドル、ちょっとデザインの入ったキャンドルが日本にも来たんですよ。スパイラルキャンドル私も買ったんですけど、あっという間に売り切れちゃいました。10月中になくなっちゃいましたね。でこちらのブロックキャンドルはまだ買うことができます。緑も赤もどちらもとても可愛いです。キャンドルトレイも新しく出まして、デザインが繊細でとても可愛いです。ただとても大きいです。ワンコインなのでまさかこんな大きいと思わないんですよ。でコジマジックさんが我が家に2年ぶりに来ていただきました。で2年ぶりにキャンドル火消しに食いつかれました。 IKEA キャンドル火消しとってもおすすめです。今もこのようなデザインのものが売られています。とってもお手頃価格なんです。ぜひコジマジックさんのチャンネルもご覧ください。我が家の壁沿いに置いてあるベンチ、どこのですかとよく聞かれるんですけども、こちらは IKEA のものです。アカシアを使ったスコグスタシリーズのものです。一時販売終了していたのですが、また最近復活しています。IKEA のベンチは足元に梁がないのですっきり見えますし、物を置いたりもしやすいです。他にも足が黒いベンチもありまして、こちらは棚がついています。ここのコーディネートすごく可愛いなと思って見てました。このグリーンのワゴンと食器とこのスコグスタシリーズの色の組み合わせがとても素敵です。あとスコグスタといえばこちらのスツールもとてもおすすめです。
座ってよし、ソファーのサイドテーブルにしてもよし、植物などを置いてもよし、IKEA での一押しアイテムの一つかなと思っています。あとスコグスターシリーズなんですけども、ラウンドテーブルもあるんです。こちら足が黒ですけども、天板と同じ柄のものもあります。こんな感じの暗いインテリア、黒ベースのインテリアにもとてもマッチしています。ということでスコグスタシリーズの紹介でした。 IKEA のこれは一体何でしょうかのコーナーです。こちらの青色の物体何でしょうか。持ってみるととても軽いです。ヒントはここの売り場ですね。周りを見ていただくと何でしょうか。はい、正解はノートパソコンを置く台ということです。これを置いて傾斜をつけると使いやすいですよということですね。ノートパソコンって少し角度がつく方がキーボードを打ちやすいですし、画面の位置も少し高くなるので使いやすくなりますよね。ちょっと派手な色なので使う人を選びそうですね。シンプルがお好きな方はこちらがおすすめです。ホワイトでメッシュのデザインとなっています。コンパクトさでは負けますけども、お家で使う分にはこちらいいんじゃないでしょうか。こちらのルームセットもとても素敵ですよね。寝室の一角にこういうデスクコーナーがあるの憧れます。こちらのデスクはマルムシリーズのものです。こちらはドレッサーとして売られてまして、デスクと検索しても出てこないので注意が必要です。奥行きが41センチとコンパクトなので、こういうちょっとしたスペースにも置きやすいんじゃないかなと思いました。こちらの寝室はベビーベッドが置かれていて、赤ちゃんと暮らしている想定のようです。この玉ねぎ型のランプシェード憧れてるんですけど、こんな安かったんですね。ランプシェードって今までそんな頻繁に買えるイメージじゃなかったんですけど、IKEA なら手軽に模様替えできていいなと思います。こちらのワゴンはトロッテンというワゴンです。隣にあるマルムのデスク、ドレッサーと同じぐらい大きいのでかなり収納力があります。皆さん IKEA ハックってご存知でしょうか。 IKEA のアイテムをちょっと工夫して使うアイデアみたいな話なんですけど、私は IKEA のシェイカーを使うとホットケーキが簡単に作れるっていうのが好きな IKEA ハックなんですが、ぜひ皆様の IKEA ハック教えてください。こちらのコメント欄に書いていただいてもいいですし、画像貼ってもいいよっていう方は YouTube にコミュニティ投稿というところがあって、視聴者様も投稿することができます。次回か次次回かにまとめて紹介したいと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。